よろしくお願いします。こののどかな光景の中に突如バンジージャンプ台があるっていうまあなんか目とか言ってる後ろにバンジーみたいな誰飛んでるみたいな、そんなところの写真です。はい、11.5% っていうのは、これヘモグロビン A1C ってやつの数字で、完全に正常なのは 5.8% 以下で、6.5 を超えると糖尿で、糖尿になっちゃった人は 7.0 以下にしときましょうっていう数値なんですね。でこれは特定健診の人で初診の時に 11.5% あったんで、相当ひどい糖尿病がいきなり来たよっていう人なんですね。外来にいらっしゃって、4ヶ月後どうなるかっていうと 5.4% ですね。で、お薬2種類飲んでて、この日すごいいいのでまた薬ラスト1に減らしましたけど、でもこのぐらいだとたまにあるんですよね。11から5、ね、このぐらいはでもあると。で、言ってみればどのぐらいかと、なんとなく皆さん直接診療してるわけじゃないので、イメージがつかみにくいってことで、ちょっとこの動画子供の滝からぐるっと落ちるぐらいのインパクトぐるっと落ちるぐらいバッシャーみたいな、ボール飛びますみたいな、そんな感じ。じゃあこれはどうなのかっていうと、もっとすごいのないのかっていうと、インスリン38単位打ってて A1C が 9.2%、 これもかなり A1C38 単位っていうともう1回で打ち切れないんで1日2回打ってるような感じですね。朝と夜とか打つような感じで、かなりしっかりしたね糖尿の人、これどのぐらいよくできるのみたいなことなんですね。でこれが7ヶ月、ちょっと長いね、さっき4ヶ月でしたけど、7ヶ月38の 9.2%、 そうで、7ヶ月後に0単位ですインスリンさようならなんですね。これは相当すごい。で、今まで従来の治療法の時に大学病院とかでもだいたい10単位超えてるとインスリンもあなたはインスリン一生やめれませんみたいな、10単位が目安だったんですね。だから入院して糖尿病の教育入院とか入院しても10超えた状態で打ってるだったらもう一生糖尿インスリンとお付き合いですよっていう説明をしてたんですけど、なんと38単位打っててももうやめれるんですね。今はこういう治療ができる世の中になりました。で 6.1 だからインスリン打ってた時にも全然いいんですよね。でご本人も当然もう注射ピシピシ打たなくていいんですね。ご飯食べるたんびに打ったりするわけですね。だからみんなでさあ食事食べるぞっていう時に一人こうやってパチッと打つっていうのがいらなくなるんですね。であとインスリン打ってると血糖値がガンガン下がるんでお腹がすっごい空くんですよね。そういうのもなくなるんで結構いいんですね。はい、なんで38単位もやめれるし A1C も打ってた時より良くなるんですね。これが最新の糖尿治療。最新しすぎてですね、世の中にこの同じ治療ができるのは多分5年10年先ですね。はい、で言ってみればじゃあどのぐらいか、さっき子どもの滝でしたけどもう38単位やめる相当離れ技なんですね。10単位でもう無理って言われたのが38単位やめるのはどのぐらいかっつったら、さっき映ってたバンジージャンプのこれ3、2、1バンジーゴーみたいな感じでゴーみたいな、これバウンドしたら手離さないといけないですけど飛びました。これ本当怖いですよ。このヘリに立ってちょっとつま先を出してこの状態でこう待ってないといけないこれが一番怖いですね。もう落ちるじゃんみたいなでここまででも相当すごいんですけども、さらにこれを超える38単位も超えてきちゃうみたいなのがまさにミラクルとか言って自分で言っちゃってるんですけどまさにミラクル、もう今までの常識をもう変えるような症例がもう20年以上24年ぐらいの糖尿の人、もう長いんですね。相当がっちりした糖尿、これ聞いただけで手強いなっていうねイメージがあると思いますけど、で76単位1日76単位で 8.2%、 めちゃんこ打ってるんですね。これ強化療法つって1日4回打つんですね。朝昼晩の食事の前とさらに寝る前に一発打つんですね。相当もう一日中もうしょっちゅう打ってる。旅行した時にも欠かせないみたいな、めちゃくちゃインスリン打ってるんですね。もうこれ以上ないぐらいのね。だいたいインスリン全然自分から全く出てない人で80単位60から80単位って言われてるんで、ほとんどもうインスリンを打つのに頼ってるような状態なんですね。これ相当ひどいんですけども、
これさすがに無理なんじゃないのみたいな、良くなるっつってもね、さすがに無理なんじゃないの、これ何単位ぐらいまで減らせたと思いますけどね。まあこれ8ヶ月後どうなった、さっき7ヶ月で38単位持ちましたけど、76単位で8ヶ月後、治療を変えてから8ヶ月後どうなったかというと、はい、ゼロ76単位もやめれるんですね。だから強化療法なんてもうマックス打ってる、インスリンマックス打ってる人でもやめれる世の中なんですね。だからドクターさえ選べばインスリンがやめれる世の中、お薬も食事療法もあるんですね。もうこういう人たちはもう本当諦めてますね。もうずっと自分はインスリンだと思って、俺はインスリン、76単位の人を取り上げましたけど、75単位打ってる人もやめれてますし、9ぐらいが7ぐらいになってますし、50単位ぐらいの人もゴロゴロやめてるんですね。だからまぐれの一発じゃなくて、もうおしなべてみんなやめていると。で、打ってた時より大体良くなるんですね。打ってた時7、8だった人がもう6とか5とかになるんですね。すごく良くなるね。で、体重も9.4キロ減るんですね。これやっぱりインスリンは肥満ホルモンなんで、打ってると太るんですね。で、あとさっき腹が減るって言いましたけど、腹減るんで食べちゃうんですね。食べてインスリンが増やされて、食べて増やされてのは悪循環になっちゃうんですね。でどんどん増えるんですけども、大体こういう人は多いですよね。やっぱりインスリンいっぱい打ってる人はね、体重も減るんですね。インスリンやめたらいいことずくめ打たなくていいし、体重やめるで低血糖のリスクもほとんどなくなるんですね。いいことずくめ、言ってみればどのぐらいかまだバンジーなんですけど2回目って書いてるんですけど、なんと今度はですね、後ろ向きなんですよ。バックバンジー、これ普通に落ちると顎を打って大怪我するんですね。だからちょっと思いっきりがいい感じじゃないと飛べないです。もう頭からバーンといってくださいみたいに説明される。これ同じ日に2回飛んだんですけど2回目行ったら後ろも飛びますけどどうしますかみたいなじゃあ後ろでみたいな、はあみたいないう感じで、76体もやめれるし、めちゃんこ良くないですね。6.1 って言ったら 6.5 から糖尿病なんで、境界型ぐらいの人のレベルなんですね。めちゃんこ良くないですね。なぜここまで良くなるね、これやっぱ本当に糖尿知ってるかなっていうところに関わるんですね。何が良くないのか、糖尿病ってなんかいろいろ病気になるって言いますけど、何が良くないか、症状はあんまないんですね。糖尿病何が良くないかっていうと、一つ目は高血糖なんですね。血糖上がった時にダメージを受けるんですね。じゃあどのぐらい血糖上がったのかというと、180以上ですね。180を超えた瞬間から血管神経がもうずっとダメージを受けるんですね。下がるまで、180より下がるまでずっとダメージを受け続けるんですね。っていう病気なんですね。でこんなにいっぱい害があるんですね。もう出しきれないぐらい。まず水飴ってドロドロしますよね。甘いものってネチャネチャしますよね。あれが血管の中にも起きるんですね。血液ドロドロになっちゃうんですね。よくテレビで流れてますけど、あれ脱水とか血液ドロドロ、糖で血液ドロドロになる。であと糖の分子っていうのは端っこにアルデヒド基っていうのがついてるんですね。であるだけで他の周りのものとくっついて周りのものをボロボロにするんですね。で老化物質を作っちゃうんですね。 AGE っていうんですけど、であと肌荒れとか、血液ドロドロなんでこういう細かい血流が落ちるんですね。そうすると肌に血がいかなくなるんですね。なんで肌荒れとかしまして、で毛が細くなるのも大体この糖絡みなんですね。で糖を控えると毛が太くなるんですね。これみんな太くなるということなんですね。はい、であと高血糖だけじゃないですね。だけじゃない、もう一個高血糖の後に必ずですね、この血糖が高い状態やばいので体を下げようとするんですね。出るのがインスリンなんですね。さっき言ってましたけど、これいろいろ害が起きる。で3つ特に大きい害があるんですね。肥満ですね。肥満ホルモンって言いましたけど、血糖値下げる時にどうやって下げるかっていうと、筋肉に入れるのが一つなんですね。でもう一つが肝臓に入れるんですね。筋肉入れた場合はもうそんな問題ないわけです。筋肉使えばいいので。で肝臓に行った場合は脂肪肝になるんですよね。 GOT、GPT が上がったとかよく言いますけど、中高年が結構上がりますけど、脂肪肝で、もう一個の行き場所が内臓脂肪なんですね。腹の肉が減らないっていうのはインスリンによって起こるんですね。はい、肥満が起きます。さらに認知症も起きるんですね。これはなぜかって、前なんかちょっとちらっと言ったことあるんですけど、なぜか知ってる人います？インスリンで認知症が起きるって、なぜか。なんか全然関係ない気がしますよね。血糖下げるのと認知症と。糖尿病っていうだけで普通の人の2倍アルツハイマーになるというデータがあります。でインスリンも直に打ってる人は普通の人の4倍アルツハイマーになるっていうデータがあるんですね。なぜそんなにボケちゃうのかっていうと、アルツハイマーの原因物質は
アミロイド β タンパクですよね。頭の中にゴミがたまると脳が縮むんですね。そのゴミをじゃあ分解さえすればアルツハイマーにならないじゃないかっていうので研究が進められて、で何がそれを分解してるのかって言ったら、インスリンを分解している酵素がそれを分解してたんですね。なのでインスリンがいっぱい出てる人はそればっかり分解したんですね。で頭の方まで手が回らなくてアルツハイマーになるんですね。これはもう最近分かってきた、本当ここ数年で分かってきたことですね。なんでインスリンがいっぱい出てるとアルツハイマーになりやすいですね。太るしボケるんですね。さらにあともう一個あるんですけど、何か分かりますかね。はい、これね、がんになるんですね。これは、なぜかっていうと、インスリンって細胞を増やす作用がめちゃんこあるんですね。すっごい細胞を増やしちゃうんですよ。で普通の人でも我々でも1日500個はがん細胞ができてるんですね。だけど免疫で自分でやっつけてるんでがんにならず済むんですけど、インスリンがいっぱい出てるとがん細胞も増やしちゃうんですね。500個どころじゃなくなっちゃうんですね。なので免疫でやっつけきれなくなってがんになっちゃうんですね。で、これもやっぱりデータがある、すっごいきちんとしたデータがあって、高インスリン結晶が文明国型のがんに関係するというデータがある。で子宮がんとか直腸がんとか膵がんとか大腸がんとかですね、そういうところ、子宮がんとか乳がんとかそういうがんにも関係があるというのは相当はっきりしたしっかりしたエビデンスがあるんですね。もう世界レベルで認められてるんですね。なんでインスリンいっぱいだと太るしボケるしがんになるんですね。もうなりたくないのトップ3みたいなトップ3みたいな感じなんですね。じゃあどうしたらいいのって話で、答え簡単なんですね。はい、血糖を上げなきゃいいんですね。そりゃそうですね。血糖を上げると高血糖で害が出て、その後インスリンで害が出るんですね。血糖を上げなきゃもう全て簡単。じゃあ血糖はいつ上がるの？いつ上がるか。食後でしょってことでまあ今でしょでもよかったんですけど食後でしょってことで、食後高血糖とやっぱ高インスリン血症はいろんな病気に関係あると言われてですね、逆に今まで、健康診断で測っていた空腹時血糖、よくご飯食べずに検査しに来てくださいねって言われる空腹時血糖はあんまり病気に関係しないということが分かってきたんですね。で僕も最近あんまり見ませんもうあんまり意味がないですね。はい、でいうことはお薬も食後の血糖を抑えるやつを使うというんですね。でそういうお薬があるんですね。アルファ GI とかグリニドっていうのがあります。で、グリニドはインスリンをシュッと出させるやつなんで、多少膵臓に負担かけるんで、やめたらやめといた方がいいお薬で、2番目は膵臓の負担を減らすっていうお薬があって、これもいろいろ種類ありますけど、最近のお薬もありますけど、こういうのもいいよ。じゃあ食事はどうなのかっていうんで、ちょっと今日食事食べるところであれなんですけど、食事もどうしたらいいのかっていうと、当然血糖値が上がらない食事がいいんですね。いいんです。で血糖値を上げるのは何が血糖値を上げるかっていうと、これ昔はですね、何食っても血糖値を上げると思われてたんですね。でも2004年にアメリカの FDA って厚労省みたいなところも正式に発表していますけど、血糖値を上げるのは1種類だけ、糖だけなんですね。糖質だけが血糖値を上げちゃうんですね。なので要注意で、こういう病気にいっぱいになっちゃいますし、もう太るしボケるしがんになっちゃうんですね。やっぱり要注意で、今までですねよく言ってたのがバランスよく食べましょうって、これもう散々言ってきたんですけど、これがですね調べれば調べるほどですね根拠がなかったんですね。びっくり。ずっとで僕以外のほとんどの先生もまだ未だにバランスよく食べましょうって言ってるんですね。これはですねもう全然根拠がない話だったんですね。で糖を食べるとですねお楽しみ要素はあるんですけども、いっぱい食べれば食べるほど病気になっちゃうんですね。なのでタンパクと油でエネルギーを取るっていうのがもうこれからの食事のスタンダードですね。ヘルシーな食事って言ったらタンパクと油なんですね。油がですね体に悪いイメージありますよね。で外来でですね高脂血症ありますとか糖尿病ありますって言うと、じゃあ油は取らないように揚げ物とか控えますとか言うんですけど、揚げ物全然控える必要ないんですね。油は全然病気にならないというのがすごい最近分かってまして、そもそもこれ言い始めた先生いつからこんな油良くないって、僕らみんな油良くないと思い込まされてる世代ですけど、いつからかっていったら1950年代にアメリカのミネソタ大学のキーズ博士っていうのが言い始めたんですけど、その先生が言った最初のデータがずっこくて、油取ってんのに長生きしてる国をのけちゃってるんですよね。
ドイツとかスイスとかスウェーデンとか油ヨーロッパで研究したんですけど、油いっぱい取ってるんで長生きの国をのけて研究してるんですね。もう最初からずっこいんですよ。そのアメリカなんかこれが席巻してですね、もう70年代80年代はもう脂肪悪玉説一色なんで、もう国を挙げて油を減らそうとしたんですね。で実際減らしたんですけど、で栄養の統計見てもアメリカ人の脂肪摂取は減ってるんですけど、どうなったかっていうと糖尿病が増えてですね、糖をいっぱい食べてるんで糖尿になるのは当たり前なんですね。国民全体で糖尿病にしたようなものですね。でさすがにこいつはちょっとどうだろうっていうんで、じゃあいい加減白黒つけようっていう大規模実験をやるんですね。さすがアメリカさんみたいな。で5万人を8年間調べるってすごい研究。これどのぐらいすごいかっていうと、日本だと100人を1年間ぐらいやると十分立派な研究なんですね。でもアメリカさんは5万人を8年間、もう桁が違う。100人と5万人、1年と8年ですね。だから規模がすごい違う。でお金もすごいかけてるんですけど、そんだけの研究やって、当然やってる人たちは脂肪悪玉説ですから、油控えめの人半分と油制限ない人半分なんですけど、油控えめの人たちの方がヘルシーだろうと思ったら病気に全く違いがなかったですね。全然違いがなかった。だから油全然大丈夫なんですね。っていうことがもうはっきりそれで白黒がついてるんですね。ということで油はいいんですね。油どんどん食べてください。病気になりません。ということで、タンパク脂質食ですね。これ僕が勝手に11月から言ってるんですけど糖質制限食っていうのが一般的な名前なんですけど、糖質制限って患者さんに言うと、なんかまた我慢しなきゃいけないのかみたいな、今まで我慢してきたのにもう一回我慢するのかみたいな話になって、ちょっと受けがあんまりよろしくなかったので、であと何食ったらいいか分かんないよ先生ってよく言われるのね。糖って米とか全部パンとか俺の好きなの全部入るんじゃねえかみたいな何食ったらいいか分かんないっていうから、もう最初からタンパクと脂質って入れとけば食ったらいいのが分かるっていうことで、タンパク脂質食なんですね。で例えばどんなの食ったらいいかというと肉ですね。肉はいいんですね。で牛でも鶏でも豚でも大丈夫ですね。でフィッシュ魚も大丈夫ですね。肉が生だろうが何でもマグロでも赤身でも白身でも大丈夫ですね。で卵も大丈夫で、卵なんかは悪玉コレステロール上がるんじゃないかっていう話があるんですけど、悪玉コレステロール上がります。上がるんですけども、悪玉もですね、これもですね本当に全部悪いわけではないですね。コレステロールってそもそも何やってるかっていうと、体の材料なんですね。細胞の膜がコレステロールでできてるんです。で人間のホルモンもコレステロールから作ってるんですね。なんでないと困るんですね。なんで悪玉でもただ本当に悪玉中の悪玉っていうのがあって、これ名前を知ってる人いますかね。悪玉中の悪玉、最近業界では話題なんですけど、測ろうと思ったら測れます。で保険効かないですね。6000円かかるんですね。いまだに保険効かないんですけど6000円かかる。スモールデンス LDL っていうんですね。粒子がちっちゃい悪玉コレステロール、こいつがやばいんですね。すぐ酸化して血管の壁とかにこびりついて動脈硬化しちゃうんですね。で卵でその本当に悪いやつが上がるかっていうと上がらないんですね。でそれを6000円毎回みんなに測るの無理ですので、なんか簡単に見分ける方法ないかって言ったら、中性脂肪と一緒に上がり下がりするんですね。だから中性脂肪高かったらスモールデンス LDL も高いんですね。中性脂肪高い人はちょっと要注意です。で卵ではそれは上がりませんので大丈夫。ちなみにこの卵はですね、僕が自分で作った卵これ生クリームと卵を混ぜて作る、焼くだけなんですね。でバターで焼くだけ、美味しいです。これ飽きない。ビルズって知ってます？あそこのこのレシピなんですね。美味しいです。飽きないです。本当飽きない。はい。でケチャップもですね、何にも無添加のケチャップを使うと本当美味しいですね。はい。牛鍋なんていうのもですね、こういうやつもほとんど糖入ってないですね。ここ割り下みたいに砂糖とか使いますけど、そんくらいなんでこういうのも食べれるわけですね。懐石なんかもいけちゃうんですね。こんな感じ。これよく見る柚子の卵とかのやつなんですね。でお刺身とかですね、これ食べれちゃうわけですね。京都の懐石料理をクラシックのやつを研究した栄養分を見た先生いるんですけど、炭水化物3割しかないですね。だから結構懐石料理って糖質少なめなんですね。タンパク脂質食寄りなんですね。懐石料理とかも意外と食えちゃうんですね。血糖値そんな上がらないですね。だからタンパク脂質食で、健康点に入れましょうっていうのが1個目のお話でした。どうもありがとうございます。